どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前ダイダイさんが紙引きしてくれた闇ガチャのことは覚えていますでしょうか？あれは正月の出来事だったんですが、なんだかんだしているうちに9月になってしまいました。確か闇ガチャの動画では、当たった商品についてもまた動画にします的なことを言ってたような気がするんですが、今の今まで全く触れてません。ちなみに、まだ闇ガチャの動画を見ていないという方は、ぜひそちらの動画も見てやってください。概要欄にリンクを貼っておきます。本来この台本を書き始めたのは3月頃だった記憶があるんですが、それからなんやかんやあってこのタイミングに。さすがにそろそろ動画にしないといけないだろうということで、今回はその闇ガチャで当たった製品をレビューしていきます。というわけで今回紹介する製品はこちら。チヒロス WRGB2 Slim 30です。価格はチャーム本店で 13,870 円。ちなみにこの金額は台本作成着手時のもので、現在は 12,500 円になっています。こちらは言わずと知れた RGB ライトの大御所的存在、チヒロスのライトです。そんなチヒロスの大人気ライト WRGB2 の出力と価格を抑えた製品がこのスリムです。ちなみにこのスリムは国内ではラボックから仕入れたところでしか買えないので、店頭販売がほとんどです。ネットで買えるのはチャームくらいで、見かける機会も少ないのではないでしょうか。登場からしばらく経っていることもあり、価格も落ち着いてきてはいますが、未だに店頭では 17,000 円前後で販売されているのを見ます。今回は1万円の闇ガチャを2回引き、2つとも WRGB2 スリムの30センチ用をダイダイさんに引いてもらいました。2万円プラス送料で結果的に22,000円くらいになりましたが、当時のチャームでの金額から考えるとだいぶ後取れてますね。実は自分は今までチヒロスの照明を購入したことがなく、初めて手にしたチヒロス製品なんです。実際に手にして感じた第一印象は、外箱が豪華。めちゃくちゃしっかりした箱に入ってて高級感にあふれてます。箱全面の色合いは WRGB っぽいビビッドな感じで、個人的には好きです。裏面にはいろいろ書かれていますが、あんまり気にしなくていいです。それでは早速開封していきます。箱がしっかりしているため、開けるときもゆっくり開きます。中にはカラー印刷された組み立て方法が書いてある紙と、検査に合格しました的な厚紙が入ってました。何も書いてないですけど、これ意味あるんですかね。続いて説明書が出てきました。こちらも数ページしかない簡易的なものとなっています。次に保証書が入っています。ちなみに保証期間は1年なので、自分はあと3ヶ月ぐらいで切れますね。最後に一番重要なアプリ制御の説明書が入ってました。編集しながら思ったんですが、チヒロスは頻繁にアップデートしているので、半年経過した現在は、この説明書に書いているユーザーインターフェースとはだいぶ変わっています。ある程度のことはこれを見ればわかると思います。続いて出てきたのは本体。スリムという名称ですが、そんなにスリムな印象はありません。照射面には2列に連なった LED チップが見えますね。ちなみにカバーは結構濃いめの乳白色で、チップのつぶつぶ感をだいぶ和らげてくれそうです。続いて出てきたのはコード類。ここら辺の細かいところを見るとしっかり作られてるなと思いますね。コードは2つに分解することができ、1つはこのようにネジで固定し、
がっちりと止まるようになってます。防水性能があるかは謎です。先の方に若干幅広い部分はありますが、RGB ライトにしてはコンパクトで好印象。続いて出てきたのはアダプターです。こちらは結構大きめですね。コード側がすっきりしてる分、アダプターは存在感ありです。次に出てきたのは付属品です。これはスタンドをセットするためのものですね。最後に緩衝材の奥底から出てきたのがスタンドです。材質はおそらく鉄のようで、ずっしりとした安定感があります。それでは詳細スペックを解説していきます。出力 23W、LED チップ数20個、光量1200ルーメン、本体サイズ幅 28.4 センチ、奥行き 12.8 センチ、高さ 1.5 センチとなっています。元となっている WRGB2 は出力 33W、LED チップ数30個、光量2300ルーメン、幅30センチ、奥行き14センチ、高さ 1.8 センチなので、単純に LED チップ数を減らし、サイズを少し小さくした感じですね。ただ、ワット数はチップ数に比例して3分の2になっているんですが、光量だけ2分の1と大幅に落ちているのはなぜなんでしょうか。電力効率がガクッと下がっている理由が気になるところです。ちなみに余談なんですが、このチヒロスの WRGB シリーズ、WRGB という名前は LED チップの光の色を表しており、W がホワイト、R がレッド、G がグリーン、B がブルーです。ただ、この WRGB シリーズ、ホワイトの波長は備わっていません。光の三原色を混ぜ合わせて疑似的に白色に見せているだけで、チップ自体は3色なんです。実際にホワイトを入れた4色の LED チップを搭載しているのは、チヒロス製品の中では現在 WRGB Pro のみです。あんまりそこまで深く考える人はいないと思いますが、なんかちょっともやっとしますね。そういう意味では、以前紹介したチャームの最新 LED 照明であるビビットは白色の波長もあるので純粋な WRGB ライトと言えます。それでは組み立てていきます。まずはコードをアダプターにつなげます。こちらはワンタッチで取り付け可能で簡単です。続いてはスタンドの組み立てです。まずは付属品の支柱を取り出します。こちらはスタンドの足になる部分ではなく、本体とスタンドをつなげるための部品です。左右どちらとも同じ口径の穴が開いているんですが、一つはネジ穴があり、もう一つはただの穴です。取り付けの際は間違えないようにしましょう。続いて取り出したのはネジです。これもしっかりしており、各所において作りの良さが見て取れます。続いてはスタンドに支柱を取り付けていくんですが、ここで注意するところが一つ。支柱にはくぼみがあるんですが、そちらをスタンドに対して下向きになるように取り付けてください。本体の支柱を差し込む部分には出っ張りがあるため、上下を間違えると入らなくなります。そこさえ気をつければ、あとはスタンドのくぼみに支柱を入れ、ネジで留めるだけです。ちゃんと大きさに合った六角レンチが付属しているので、特別な工具は必要ありません。こんな感じで2つ取り付ければ完成。反対側も同じように取り付けていきます。実際に触ってみて思ったんですが、やはり RGB ライトの覇権を握るだけあって作りはしっかりしてますね。中華製品は見た目が安っぽかったりするんですが、チヒロスの製品は結構高級感があります。重量的には重くなってしまいますが、スタンドが折れることはまずないでしょう。反対側も組み立て終わったら、
最後に本体に差し込んでいきます。作りがしっかりしてる分ゆとりがないので、はめるときは慎重にしましょう。ここで失敗したんですが、取り付けるスタンドは電源コードを通せるくぼみがついているものをコード側に差し込みましょう。こうすることで結構太めのコードもきれいに通すことができます。スタンドはスライドさせることで長さが調整でき、最大で45センチまでの水槽に対応しています。ちなみに吊り下げはできません。どうしても吊り下げたい場合は、別売りの吊り下げキットを購入する必要があります。吊り下げキットは現在チャームで2480円で販売されているようです。そしてこのスタンドは勝手に伸び縮みしないように固定することができます。付属の小さな六角ネジを締め上げることでがっちりと固定できました。というわけで完成した全体像がこちら。見た目は WRGB2 に酷似していますね。スタンドだけこちらの方がごつくてかっこいいです。ちょっと小さくはなっていますが、他のライトに比べても幅は広い印象です。スリムという名前から想像して購入すると、作りがしっかりしたマッチョみたいなライトが届くので気をつけましょう。何度も言いますが、全体的に高級感があり、お値段的にも納得な印象を受ける分、スリムではありません。それでは早速設置していきましょう。今回は30センチキューブ水槽に設置して色合いを比較していきます。比較に使用するのは以前動画で紹介したアクロトライアングルビビットです。どちらもほぼ同じ光量なので比較もしやすいと思います。ちなみにシヒロスの方はすべての波長を 100% で出力してます。それでは早速見ていきましょう。まずはビビットから。やはり色合いは綺麗ですね。キリッと引き締まる感じがして、従来の RGB ライトにも負けないくらい綺麗です。続いてチヒロス。色合いは遠目だとそこまで変わりありませんが、全体を照らしてる感じがします。ビビットよりもスタンドの高さがあることと、ライトの幅が影響しているものと思われます。比較映像がこちら。どちらも変に主張する色はありません。チヒロスの方は波長の出力を変更することで好みのものに変えられます。続いてブセの色合いをビビットで見ていきます。やはりしっかりとラメ感も出てますね。コントラストがはっきり見えて映えます。続いてチヒロス。こちらも綺麗ですね。ビビットよりも若干白飛びしてる感はありますが、これも高さや照射面の影響でしょうか。比較映像がこちら。なんとも甲をつけがたいですね。RGB ライトに肉薄しているビビットがすごいというのもあります。次にアヌビアスの色合いをビビットで見ていきます。しっかり緑が強調されていて綺麗です。やはり RGB ライトといって差し支えない性能がありますね。続いてチヒロス。若干ビビットよりも緑が薄いかもしれません。比較映像がこちら。光量と照射面が広い分、チヒロスが白飛びしている感はありますが、肉眼で見るとやはりビビットの方が緑が鮮やかに見える気がします。おそらくビビットは白の波長が追加されているので、そこの差が出ているのかもしれません。ただ、チヒロスの方は全て 100% 出力にしているため、もっと緑色を強調できる組み合わせも可能です。最後に、一番気になる赤系水草をビビットで見ていきます。それなりに赤く見えてます。通常の LED よりも鮮やかですが、不自然な感じではありません。続いてチヒロス。
やはりこっちの方が赤が強調されてますね。まさしくビビッドな赤って感じで RGB ライトの特徴がしっかり出てます。比較映像がこちら。さすがに赤系はチヒロスに軍配が上がりますね。色とりどりな有形層を植栽する水系であればチヒロスの方が向いていそうです。もう少し自然な赤が好きな方はビビッドの方がいいかも。最後にこのチヒロスの最大の特徴でもあるアプリについて解説していこうと思うんですが、1から10まで解説すると日が暮れるレベルで自由度が高いので、どういったことができるのかだけざっくりお話ししていきます。まずは一番の目玉である調光機能。色ごとに光量を調整することが可能なので、好みの色合いを再現することができます。これはアプリ制御の RGB ライトでは標準的な機能になっていますね。続いてはタイマー機能。こちらは本当に無限大の可能性を秘めており、時間によってどれくらいの光量で点灯させるかを決めることができます。ウィークアクアのような6段階の疑似的な調光ではなく、無段階調整が可能で、現実の日の出、日の入りみたいな演出もお手の物。おまけに時間ごとの光量調整は色ごとに設定可能なので、同じ色合いで徐々に明るく暗くではなく、朝方のやんわりとした色合いから昼の白い色合い、夕焼けのような赤が強い光も再現できます。他にも曜日ごとに違うタイマー管理ができたり、複数のライトをグループとして一括管理することも可能です。それ以外にもいろいろ機能はあると思うんですが、自分は全然使いこなせてません。ここまで自由度が高いと、一つの水槽のために全ての機能を把握するのも面倒に感じちゃうんですよね。おそらく全ての水槽をチヒロス製品に統一していれば、こういったかゆいところに手が届く機能も生きてくると思います。そんな感じでアプリでの制御は他の追随を許さないレベルで自由度の高いチヒロスなんですが、個人的に問題だなと思う点がいくつかあります。一つ目はアップデートでライトが認識しない問題。こちらは今回のバージョンにアップデートされる時に起きた問題で、今までアプリで管理していたライトが突然認識しなくなり、アプリ制御ができなくなるという不具合です。SNS などでもちらほらアップデしてライトを認識しなくなったという嘆きが聞こえてきており、公式にも自分が見た感じアナウンスはありませんでした。だいたいこういった不具合はアプリを再インストールすれば治るので、早速試してみたところ、無事に再認識するようになりました。ただ、知らない人はずっとアプリでの管理ができないという致命的な状況に陥ってしまうため、これは公式でも広く周知させた方が良かったのではと思います。ここに関しては日本製ではない製品のデメリットですね。そして一番問題だと思う点がもう一つ。コンセントを抜くと設定がリセットされることです。こちらは最近流通するようになったモデル特有の問題で、コンセントを抜いたり停電したりすると、次に立ち上がるときに今までの設定が反映されません。話によると、通電されていなくても記憶しておけるメモリのようなパーツをコスト削減のために減らしたことで起こるようになったようです。もう一度アプリを起動し読み込ませることで設定は反映されるんですが、外出時に少し停電してた場合など、気づかないうちに通電が途絶えると毎回発生します。正直アプリで管理できる製品で、これはあまりケチらない方が良かったんじゃないかと思う次第です。まあ気にならない人は気にならないんでしょうけど、
これもユーザーで知らない人がいる可能性もあるので、そこが一番の問題な気がします。なぜかわからないけど、たまにタイマーが機能していないという現象が起こっている場合は、これが原因だと見て問題ありません。ということで、初めてチヒロスの照明を使ってみたんですが、全体的に納得のクオリティでした。タイマー管理による照明の設定に関しては右に出るものはおらず、そこら辺を重視している方にはおすすめできるライトです。今回紹介した WRGB スリムに関しては、コスパも良くて光量も申し分ないというのが個人的感想です。動画作成のために調べてびっくりしたんですが、WRGB2 の2300ルーメンはとんでもない化け物スペックですね。正直スペックは高いに越したことはないんですが、デザインもほぼ同じで30センチという小型水槽用なのも考えると、安くて必要十分な光量を兼ね備えているスリムをおすすめします。60センチ以上になるとスペックは高ければ高いほどいい気がするんで、そこからのサイズになるとスリムじゃない WRGB2 も選択肢に入るかなといった感じ。全体的に RGB ライトの先駆者的メーカーということもあって、とてもいいライトだと思います。ただ、先ほどお話ししたアプリの不具合、設定のリセットなどが気になるところではあります。アプデによる接続ができない不具合はソフト側の問題なんで、今後改善されるとは思いますが、設定リセットはハードの問題なので改善しようがないところが残念ですね。ともあれ、半年前よりも価格が安くなってきているので、手頃に買えるようになったチヒロス製品はありよりのありだと思います。概要欄に商品リンクを貼っておきますので、気になる方は見てみてください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。